フリーステッチングニードルでうさぎを刺繍しました。使ったものはこちら。刺繍糸はダイソーのセットを使いました。ビビッドカラーから黒、ピンク、白、ダークカラーから生成りの4色です。布はダイソーの端切れを使いました。薄手の素材なのに刺しやすく、下絵が裏写りするので振り捨てにぴったりでした。布を刺繍枠より大きくカットします。枠はフリーステッチングフープを使いました。チャコペンで下絵を描きます。時間経過か水で消えるペンを使いました。前に作ったちいかわと同じ大きさにします。前回8割れの時に失敗したのですが、刺してるうちになんか大きくなってしまうので、アウトラインは少し小さめにしてみました。布をフリーステッチングフープに取り付けます。エッジがついている方を上にして、フープの大きい方を重ねます。布を引っ張りながらネジを締めて、パツパツにしたら準備完了。それでは刺繍していきます。表情など細かいところは手刺繍。白2本取りで目のハイライトを入れます。今回はいつもと違うやり方でやってみました。バックステッチでアウトラインを入れてから、その上を覆うように埋めてみます。ぷっくり厚みを持たせたいのですが、うまくいくでしょうか？アウトラインが縫えたら覆いかぶせるようにサテンステッチを入れます。アウトラインを入れた分だけ厚みが出るはず。この縫い方を芯入りサテンステッチと言います。下のハイライトも同様に入れます。黒2本取りで黒目を入れます。はダイソーの糸は絡まりやすいので注意。黒目もまずはアウトラインを入れます。アウトラインを覆いかぶせるようにサテンステッチを入れてみました。フリーステッチングでほわほわにすると表情が埋まってしまうのが気になったので、厚みを持たせて埋まらないようになったらいいな。目の中は普通にサテンステッチで埋めます。向かって左側の目はアウトラインステッチの上からサテンステッチを入れてみましたが、こっちの方が少し厚いような気がします。厚みがある方にしたいので、お口や眉毛はアウトラインステッチにしました。黒目と同様に上からかぶせるように縫っていきます。結構根気のいる作業です。縫い終わりました。普通のサテンステッチより少し厚みが出ました。眉毛太い気がするけど、ほわほわにした時に埋まるでしょ。ほっぺの線は後から入れます。ほっぺのピンクをフリーステッチングニードルで埋めます。
刺すときは垂直に、つなげるときは滑らせるように刺していきます。よく見るとほっぺに穴がポコポコ開いているのは、間違えて表から刺してしまったのを無理やり引っこ抜いたからです。振り捨てでふわふわにしたいときは必ず裏から刺しましょう。1周目が刺し終わりました。ちゃんとできてますね。フリーステッチングスタンドの代わりにペットボトルを2本置きました。これが意外といい感じ。スタンドを持ってない方におすすめです。外周から内周へ続けて刺していきます。あっという間に刺し終わりました。糸端はギリギリのところで切るだけで OK。耳の中も埋めます。刺し終わりました。もふもふですごい主張。今回は続けてお顔を埋めず、一旦これだけでループカットしてみます。まず、ハサミを縦に入れて全体のループを切ります。指が腱鞘炎になりそう。だいたいカットできたら形を整えます。整ってきました。綺麗になりました。厚みもすっきりしましたね。手触りもいい感じ。続けてほっぺの線を縫います。ストレートステッチで一縫い。これまでは眉毛や顎の線も後入れにしましたが、今回はほっぺの線だけです。縫い終わりました。埋まっているところを救出します。カットできました。多少変わったかな。お顔をきなりで埋めます。目盛りは0に合わせました。裏側から刺し進めていきます。スタンドの代わりにペットボトルの上に置いただけなんですが、むちゃくちゃ刺しやすくなりました。手に持って刺してた時と段違いで刺しやすいし、作業スピードも早まります。難点は見栄えが悪いことくらいですかね。糸端はカットするだけで大丈夫です。図案が途切れるときは、途中で糸をカットしてから続きを刺します。モンチッチみたいでかわいい。わあ、もうダメだ。ここで1本目の刺繍糸が終わりました。
刺し終わりました。見るも無残な。どっか行っちゃったね、お顔。裏に布用接着剤を塗って固めます。私が使ってるのはダイソーで購入したボンドです。塗り終わったら乾くまで放置。カリカリに固まりました。これで糸が抜ける心配はありません。ハサミを縦に入れてループを切ります。ふわっとしてきました。目はほっぺの周りをカットして発掘します。お口周りが一番難しい。なんか色が濃くなってきましたね。ループカットすると刺繍糸より濃い色になるので、これだと思う色よりも少し薄い色を選んだ方が良さそうです。だいぶすっきりしてきました。毛並み整え。刺繍糸なのにこれだけの糸くずが出ました。フリーステッチング刺繍の完成です。毛並みは今までで一番いい感じ。表情も埋もれず出てきてくれたかな。色が濃くなってしまったのがちょっと残念。あれ？裏の方が可愛くない。ワッペンに加工してみました。やっぱり裏の方が可愛い。G8 と並べてみました。並べるとそんな進歩ないかも。でも毛並みは確実に良くなってます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくださると嬉しいです。